OK。あ、うわー、マジか。何これ。うわー、色の変わってるとこ一つ一つ根を打っていくような釣りです。全部ご紹介します。これにさっきのサイズが食ってきちゃうんですよ。このサイズに平気でうわー、ちょっといいんちゃうこれ。なんかこれ何これ。何それ。はい、フィッシングギャングの太一です。今日は沖縄っぽい感じの海ということで、五目ライトゲーム、一番身近なリーフのライトゲームをご紹介したいと思います。こういう砂浜、足場のいいところからできるので初心者でもやりやすい、そして意外と釣れやすい、いろんなターゲットが狙えるので釣れやすいのがリーフのいいところです。初心者でも釣れやすいこのリーフのライトゲーム、どういうルアーを使ったらいいのか、そしてやり方っていうのを簡単に説明しながらやっていきます。お、いいシミ貝だ。しゃー、やっと釣れた。OK。もう釣り場に立ったら、とりあえず海を見て、色の変わっているとこ一つ一つ根を打っていくような釣りです。なので色の変わり目、今目の前に黒い根があって、そこの間に白い砂のラインが走ってる感じの、今ここに大きい根がある感じなんで、とりあえずこの根の周辺を軽く新ペンで遠投しながら探っていきます。スタートはクロストリガー。暑いなぁ。やばい。めっちゃ気持ちよさそう、入ったら。うわ、なんかついた。小判アジ。うわ、小判アジがいる。飛びすぎ。ルアーですね。数そんなに種類持ってきてないんで全部ご紹介します。はい、ここからここまで全部メテオラ455263、メテオラの455263、これは中距離で、遠投して広く探るのはシンキングペンシル、これはクロストリガー、ジップ別のクロストリガー、これで遠投して広く探って、近場だったり足元の根回りっていうのをこういうスプーン MS3 だったり、最近発売されたノーティー4、こういう小型のスプーンで足元を探ったり、遠投も効くので結局主軸になるのはこういうスプーンかなと思うんですが、とりあえず最初はこのシンキングペンシルクロストリガーでまずは広く探っていって、当たりがないようだったらサイズを下げてこういうスプーンでやっていくという感じでいきたいと思います。スタートはクロストリガーでいきます。暑い。暑すぎて死ぬ。お、ベイト。今ここが見えるかわかんない、カメラで見えるかわかんないですけど、ここがちょうど深みというか、目の切れ目になってます。ここだけ白いラインが出てて、そこにボツボツと根がある感じなんで、そこをシンキングペンシルでスローにリフト&ホールで探っていきます。カウントダウンでだいたい何秒でそこにつくかっていうのを把握して、5秒でボトムにつくんであれば4秒ぐらいからアクションを始めて、もうイメージとしてはアクションで動かした分沈めて、アクションで動かした分沈めて、もうこの繰り返しです。難しければそんなに強くアクションを入れないで
少ない回数で動かして一瞬止めるっていうだけで結構レンジキープって簡単にできるんで、ちょん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 ぐらいの感じですね。5カウント。なかなか当たらんな。ちょっと細かいベイトっ気があっていい感じだけど、ああいう頭出してる根とかの周りは1ミリバイトがつきやすいんで、ちょっと丁寧にやりましょうね。ルアー変えます。ちょっとサイズを下げて、メテオラの4号で近くの見えてる岩の割れ目とかをちょっと丁寧にこれでやってみます。ちょっとベイトいるからな。岩のブレークラインだな。もう根の周り過ぎたら回収でもいいぐらいの勢いです。あっしゃー。うわーマジか。うわーマジか。何これ。うわーちょっといいんじゃんこれ。なんかこれ。あ、シアーか。何これ。池がそうか。よっしゃー。もう勝っただろこれ。うわー。うわーいいサイズだ。これやり。やばい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 。おっしゃ、いいサイズ。でけえ、池ガツオ。池ガッチュウだ。うわ危ねえ。しゃーい。全然気づかなかったよ。こんなのいたんだ。石見バイ狙って、これは心臓に悪いっすね。はい、池ガツオ。いいサイズですね。クイーンフィッシュ。ルアー、これですからね。マイクロベイトがピチピチ跳ねてたんで、なんかいるかなと思ったら、池ガツオ。メテオラ4号。いや、ちょっと一旦先に逃がそうと思います。いい。食べれるよ。食べる？あ、オッケー、わかった。びしょびしょになっちゃった。さっきの池ガツオはスタッフが美味しくいただくことになりました。これにさっきのサイズが食ってきちゃうんですよ。このサイズに平気で。フックはデコイの YF33 に変えてます。12番。最後ら辺は結構パワーファイト気味でいきました。ちょっとだけフック伸びてるけど許容範囲。やっぱりサイズがかかってくることを考えるとフックは強化しておかないといけないっていうのがあって、ただライトゲームの性能を損ねちゃいけないんで、刺さりが良くてなおかつしっかりとパワーファイトができるフック。ラインもこれはエギング用なんですけど、X ブレードのゲソの TSR 言うことなしですね。06で安定感。最後らへんはもう止めてて魚も飛んでたんで、ぐらいの魚ならもう引っ張り合いでも制することができる強度がこのゲソの TSR。これ 0.6 号です。0.6 号でぐらいの魚なら全然止まってくれるんで、しっかりとしたセッティング。もちろん FG ノット、一番大事なのはノットなんで、ノットの安定感とこの強化したフック、リング、それだけあれば交通事故的なああいう魚も取ることができます。まあ1匹釣ったからメテオラの4号でした。スケルトンシャッド。赤金じゃ反応しなかったもんね。もしかしたらベイトがまだいるから、もしかしたらノーティー4すごいかもしれない。やってみるか。今度はノーティー4いきます。飛ぶ？飛びすぎだろ。
この小粒のサイズがあんだけ飛ぶのはさすがに反則級な気がするんだけど。シングルフックに変えたので、よりしつこくボトムを探ってみます。なんだか根魚は渋いような感じするんで、結構シビアにやらないといけなそうな感じがします。よっしゃー。石2枚だろこれ。よっしゃー。なんか途中なんかに変わったような気がしたけど、気のせいか。うお、あ、違う。途中なんかに追っかけられたというか食われたんだけど、シジャーかな。オグロトラギス。ノーティーフォールオグロトラギス。久しぶりだな、オグロトラギス。顔可愛くね。クブシミに似てんだよ、クブシミに。お願いします。See you。やっぱボトムちゃんと取ったら釣れ始めたな。なんか絶対違う魚が一回噛みついたと思うんだけどな。飛びすぎ、やばすぎ。一回ジャークで気づかせていい振りまく。手を落とす。でまたしゃくって気づかせて巻く。一番簡単で 5回転ぐらいでまた落とす。当たったー。よっしゃー。これは石見バイじゃないか。これはさすがに石見バイじゃないですか。あれなんかお石見バイだ。よっしゃー。やっと釣れた。ちっちゃ。石見バイ超ちっちゃいな。関門肌。沖縄ライトロックフィッシュ。超ド定番。やっぱり石見バイが釣れないとリーフは始まんないですね。ノーティー4。シングルフック。ありがとう。これでリーフフィッシング感が出た。はい、お疲れ様でした。今日はちょっと小物は渋かったですけど、1匹池ガツオいいサイズが釣れてくれました。まあ、ああいうライトタックルで急にこういう大きい魚がかかってきたりとかするので、タックルに妥協抜かりはなく、他の小型の魚も拾っていく。もうちょっと秋になってくると、もう少し小型の魚がもっと簡単に釣れるようになってきます。今ちょっと水温が高すぎて、あんまり活性も芳しくない感じでしたけど、まあ、秋12月ぐらいまではリーフの釣りっていうのは意外と坊主も少なくやることができると思うんで、まあおすすめできる釣りかなと思います。シーズンとしてはベストシーズンは春先、そして秋、この2シーズン。まあ夏でも全然魚、今回みたいにもう今回なんか真夏日ですけど釣ることができているんで、まあ簡単に言ったらまあオールシーズン通して楽しめる釣りなんですが、ベストは春先と秋口って感じですね。はい、簡単にやれて楽しめる釣りなんで、ぜひ皆さんも一度チャレンジしてみてください。ご視聴ありがとうございました。